今回この床の間を縫う時に使う針っていうのは4寸針って言ってだいたいね長さが12センチぐらいかなの長さになります。綺麗に仕上げるためにはね少しやっぱ手間をかけるべきだと思います。糸を割ってます。糸を割って、上に上がってくるようにしてるんですね。このようにして糸が緩まないようにしています。はい、なんとかね、綺麗に仕上がったと思います。楽しかったですね。そしたら今度はね、このヘリを、こうやってぐるっとね、折り返して、いきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。ヘリを折り返すときに、渡りという道具と、ヘリ引きという針を使って、ヘリ下紙に折り筋をつけていきます。こうすることで、まっすぐに折ることができるんですね。ヘリ下紙を折り返してね、下からこのようにヘリが見えてくる。この時にね、綺麗にヘリが見えてくるとね、すごく気持ちいいですね。あ、やったっていう感じがしますね。はい、次はね、畳のヘリを折り返していくんですが、このようにね、丸い模様が綺麗に出るように、一つ一つ丁寧に折り返していきます。この時にね、やはり怠ると、仕上がりがすごく汚いのでね、一つ一つ丁寧に折り返していっています。はい、畳のヘリをね、くるっと折り返すことができました。ちょっとね、見ていきましょう。まだね、これ止めてないので、あれなんですが、カパカパですけどね、こんな感じで、ちゃんとね、丸いもんがね、ちゃんとかけることなく乗ってますね。はい。いい感じですね。はい。ということで、これで、今度は、これをね、このビラビラしてる部分をね、止めていきたいと思います。はい、次はね、ここの部分、こうやってね、カッパカッパしてるので、この部分をね、しっかりと、止めていきたいと思います。はい、やっていきましょう。で、先ほどね、ヘリを塗った時にね、余った糸がこれだけあります。この糸をね、もう切らずに、もうこのまま使っていきたいと思います。はい。ということは、この糸をきれいに外していくと、1本になっているということですね。切り出しの作業と今回のこの返しの作業は全部1本の糸でつながっているということになります。まあ縫い終わったらね、一度留め縫いをしてまたね新たに、縫い始めてもいいんですけども、まあちょっとねせっかくこういう風に糸が余っているならもうこのまま使っていった方が、効率がいいということでこのような、技法で返しのね縫い方をやっています。今回のこの縫い方は針を下に下ろしていません。約3ミリほどの厚みの畳の表の中を通して上に上げています。下に針が貫通しないように左手の指先でね確認しながら丁寧に縫っていきます。たまに左手を刺す時はあるんですがね、だいたい感覚でこれ以上角度をつけたらなんか貫通するなっていうのが分かるのでね、その辺上手にねやっていってますね。今度はおでこにカメラをつけて撮影していますので、ちょっとね見苦しいところがあるかもしれません。ちょっと初めての試みなのでちょっとご了承ください。でこのようにね、畳の中を通しているということになります。
で、縫い幅はだいたい1寸から1寸2分ぐらいのところで縫ってます。長さで言うとだいたい3センチから3.5センチぐらいの縫い幅になっています。あまりね細かく縫っていくのも大変なんですけども、それぐらいでいいのかなというふうに思います。で、これ残りの糸がね、だいぶ短くなってきたと思います。なので、このようにね、新しい糸を継ぎ足していくんですが、畳の糸には少し秘密があります。このように糸の端っこが輪っかになっています。この輪っかを利用することで、結び目のないつなぎ方をすることができるんですね。そして見えました？ここで畳職人の技が出てます。ちょっとスローで見てみます。このように糸に針を通しているということをしています。針に糸を通すのではなくて、糸に針を通しているということです。針の方を動かしているということですね。そして輪っかに短い糸を通して、折り返して、糸のよりをほどいて、そして糸の端をそのよりの中にねじっているっていうことですかね。そうすることによって結び目のない糸のつなぎ方ができるということです。この糸のつなぎ方も実は畳職人さんにもよって、微妙に違うんですよね。で、基本的なところは一緒だと思うんですけども、微妙に違ったりして、本当にもう熟練の畳職人さんはもうどのようにつないでいるのかわからない。もう目で見ても早すぎてわからない。本当にスローモーションにしなければどのようにやっているのかっていうのがわからないぐらい素晴らしい、腕を持って見える方たくさんいますね。この糸のつなぎ方も実は先代の親父には教えてもらってないです。直接は教えてもらってないですね。昭和17年生まれの本当にもう人なんで、どちらかというと見て覚えろっていう感じで教えてもらってるって感じですかね。で、直接は教えてもらってないです。でも見て覚えろとかっていう風に言われるんですけど、実際見ていてももう早すぎてわからないですし、手で隠れるんですよね。手の甲とか手の指で隠れて、ちょうどねポイントがわからない、どのようにやっているのかっていうのがねわからないぐらい、すごく手早くてやってます。そしてこれも実はつなぎ方がおかしいとほどけてくるんですよね。引っ張ってるとスースースルッと抜けてくるってことがあるので、そこのところを少し研究して糸をつないでいます。少し研究しましたね、自分で。このようにやったら糸が抜けないんだっていうのをね。なのでやっぱりね、こういうのも見て覚えるっていうのも大切ですし、あとは自分で工夫してみるっていうのもすごく大切だなというふうに思いました。で、そうこう言っているうちにもうね最後の方まで来ましたね。ここでちょうど玉結びをして、もう終わりですかね。縫い終わりですね。完成となります。はい、それではね、縫い終わりました。ここのところね、なんとか縫い終わりました。じゃあ、そしたらね、見ていきましょう。ということでね、見ていきましょう。さあ、うまいことできているのでしょうか。よいしょ。はい、こんな感じです。はい。うまいこと言ってますね。ちゃんとこの丸がね、こっちもこっちもかけることなく、ね、ちゃんとできてますね。ずーっと見ていっても。はい。ですね。うまいこと言ってますね。はい。そしたらね、次、この反対側の方もやっていこうかと思うんですが、作業的には一緒なのでね、ちょっと、反対側は、カットします。それでは、カット。
はい、床の間の畳のヘリをね、縫い付けることができました。じゃあちょっと見ていきましょうかね。そしたらね。はい。はい、まあ裏はね、こんな感じです。ずーっとね、こんな感じで。やってますね。はい。はい、じゃあそしたらね、表側見ていきましょう。よいしょ。ちょっとドキドキですけどね。表側ね。はい、こんな感じです。こちらがね、最初に塗った方で、こちらがね、とりあえずカットしたんですけども、後から塗った方ですね。こういう感じで、だいぶね、丸いのが、紋っていうんですけどね、綺麗に紋が出てますね。はい、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録の方だとかね、高評価の方よろしくお願いいたします。また SNS やっておりますのでね、そちらの方もフォローしていただけるといいかなというふうに思います。はい、ということで、今度はね、この畳の、床の間のね、の畳を先ほどばらした、床の方ですね、木の床の方に塗っていきたいと思います。家族団らん笑顔あふれる茶道家と伝統芸能畳の上で生まれる秘本の美時代とともに移りゆく暮らし畳の文化守り続けたい未来へつなぐ秘本の誇り畳とともに歩む道畳の上で